はい。ちょっと工事してます。結構工事してます。こんな感じでちょっと怖いです。でここが次の空間です。すごい。ありがとうございます。いいモデルありがとうございます。感謝です。はい、ミュージアム入りました。入ったんですけど、音声ガイドが入り口でさらに3ユーロかかるって言われたので、音声ガイドは取りませんでした。ごめんなさい。音声ガイドついてると思ったんだけどな、ついてませんでしたね。めちゃめちゃ綺麗です。この見てください。このなんて言うんでしょう、細工がすごい凝ってます。二重の門みたいな感じのアーチになってるとこですね。素晴らしい。なんかこういうドアとかもめちゃめちゃ古いんですよ。触っておきますね。そこ触っておきました。めっちゃ綺麗です。うわ、見て、こんな感じで二重になってます。綺麗で、ちょっとあいにくね、向こうの方を工事してるんですよ。そうだけど正面は工事してないので、すごい良かったです。綺麗な絵が撮れて。あれ、ここには窓が入ってますね。うわ、めっちゃ綺麗です。見えるかな。一応窓が入ってるんですけど、こんな感じで周りを浅瀬ですね、囲まれてます。今干潮だと思いますけど、で中庭みたいな感じですね。こんな感じです。うわで、多分リノベーションしてると思うんですけど、上が全部木材なんですよ。木なんですよ。そこも見どころですね。すごい綺麗です。わお。はい、ここが展示の部屋になります。いろんなものが展示されてますね。こんな感じでモニターがあって、どういう風に作られたかとか説明してます。陶器とかですね、こんな感じで作ってたみたいです。なるほど。
装飾品ですね。全部ほとんど装飾品とか、あとこのなんだろう、セレモニーに使う道具だったり十字架とか、そういうのが展示されて、どうやって作られたかっていうのが説明されてます。こんな感じですね。テーブルセットがありますね。まあ、基本的には全部もう銀か金か、もう金ピカっていう感じのイメージなんですけど、こんな感じ。見てください、この金ピカ具合、やばいっす。めちゃめちゃ金ピカです。はい、ちょっと工事してます。結構工事してます。こんな感じでちょっと怖いです。で、ここが次の空間です。すごい。すごいね。かなり暗いですけど、大空間です。かなり一気にひんやりしました。いや、もうこの規模の石をまずね、この高さのところまで持ってきて、この形に削ってとかいうね、全ての工程を考えると本当に素晴らしい建造物です。いやー、あっぱれですね。ニコチャさん、インタビューします。すごい。今楽しいですか？ドルホフネロです。ネロ。おー。暗いね。でかっ。おっきい。これは Another cross. Something tells me some religion is here. 全くWe don't know anything でございます。ノーガイドでございます。すいません。But I think something religious is そう here. ですね。ここで何か行ってましたね。I guess too. Next. 綺麗ね。すごいね。Stairs? Wow. Beautiful. 今日はバシちゃんがカメラマン、すごいいっぱいカメラマンしてくれてます。よろしいです。よいしょ。どうでしょうか。あんまり光は入ってこないですね。窓が少ないイメージがあります。はい、どうぞ。なるほど。いいよ、言って。あ、上じゃない？上じゃない。下です。なんで？螺旋階段、かっこいい。いい感じじゃない？気をつけてね。危ないよ。本当に危ないよ。爪どうしたの、バシちゃん。本当に危ない。爪どうしたの、バシちゃん。気をつけてね。バシちゃん、What's happened to your nail? 気をつけてね。はい、分かった分かった。気をつけてください。バリアフリーではないね。全然。
歩かないとダメですね。この中は結構広いから1時間半か2時間ぐらいはみっちり歩くと思った方がいいと思います。これも COVID セーブじゃないな。そうね、それは COVID セーブじゃないね、全然はい、いろいろな発見がある、モン・サン・ミシェルでございますでございます。でございます。で、戻ってきました。オフィスです。終わった。じゃあ戻る？戻りましょうはい、終わりました。今博物館、見て、ああ、いなくなっちゃった。はい今博物館終わったんですけれども、ということで今からまたね、ちょっとブラブラしていきたいと思います。お城の中まだ見せきれてないので、はい。いや、もうこれミュージアム行かなくてもかなり満喫できますね。ただこの部分とかはミュージアム払った人しか入れないと思うので、まあミュージアム、そうですね、全部払って14ユーロ1人、2人だったらいいんですけど、家族みんなでとかなると結構しちゃうので、あれなんですけど、でもガイドないとね、ほとんどちょっと何もわからない状態なので、まあもちろんオンラインで調べたりとかもできるんですけど、でもかなりね綺麗です。うわー、綺麗だね、バシちゃん。綺麗でしょ。おー、ここ綺麗だね。こんな感じの眺めになります。いいね。はい、こんな感じで一番端っこのところから景色も眺められます。こんな感じですね。最高すぎる。人全然いない。ほとんど貸し切り状態です。で、あんな感じでね、干潮になってる状態のところを歩く潮干狩り的なことをするのもガイドであるみたいです、ツアーで。わー、見てください。綺麗で、この側面歩けるっていう感じですね。はい、こんな感じで、多分島を一周ぐるっとはできないんですけど、側面ねバーっと一部全部歩けると思います。綺麗です。はい、これ今島の側面歩いてますよ。側面めちゃめちゃ綺麗です。側面がめちゃめちゃ綺麗です。こんな感じで、いや、家の側面が本当にめっちゃ綺麗です。ここおすすめです。いいね。お土産屋さんとかもいっぱいあるんですけど、かなり高めですかね。何も買わずに帰ります。ご飯だけ食べて。おー、楽しかった？のんどっち？おー、綺麗。楽しかった。長い。あ、そう、長かった？かなりね、半日はかかるかな。Half day. You need time. そうね。そうだね。ハーフデイプラスのガイド、すごいゆっくり聞いてる人にとっては結構長い一日になるかと思います。おー、綺麗だね。あ、そうね、ちょびっとね、綺麗だわ。このドアもいいね。おー、絵になりますよ。うわー、かっこいいね。もうね、泊まりすぎ
もう全然進まないもう全然進まないんです皆さん。もしかしたら3時間とかで終わる人もいるかもしれないんですけど、私なんかもう4時間とかいますね。ずっと写真撮ってます。しかもミュージアム20分ぐらいだったのに。 Only 20 minutes in the museum I guess and the rest just take a photo。 うわー綺麗です皆さん。ハリーポッターですJe moet hem duif worden volgende leven. わー、皆さん感動します本当に。わー、わー、本当に綺麗です。本当に綺麗です。もうね、ミュージアムで全然理解できなくても、もうここに来れただけであーってなります。もう言葉ないですね。感動です。本当に感動します。でオフシーズンなんですけど、逆にね全然人がいない時に来るのもありかもしれないです。まあもちろん天気もね左右されるとは思うんですけど、いやーやっぱなんか感じ方違いますね。ここまで人がいないとなんかすごい本当になんか独占じゃないですけど、本当にこうその時の気持ちというかフィーリングがあります。いいね。わー、迷路だね。もうドルホフだわ。うわ、ジーズ。あ、ホテルかな。あ、レストラン。うん、ホテルもねありますから、モンシャンミシェルの中には。もしかしたらかなり高いかもしれないんですけど、いい思い出かもしれないです。あ、でここ上に登るね。下に行きます。 We go down. OK? かなり迷路です。I think so. 一日ぐるぐるするのもありですね。この綺麗な場所。天気が良かったら座ったりして気持ちいいと思います。何もしなくても。はい、という感じでモンシャンミシェルを本日はお届けしてまいりましたが、いかがだったでしょうか。はい、こんな感じでね今回の動画は終わろうと思います。全然進みないですけど、全然進まないですけど、はい、モンサンミシェルのね入り口入ってすぐそこ左手に行くと建物の中に入るんですけど、建物の中通ったらこういうところに出ます。でここのね上の方はなんか多分車で行けるのかな。So this is the way for a car, right? でしょ。でここになんかちょっと浜に降りる道みたいなのがあるので、せっかくなのでちょっと行ってみたいと思います。誰もいないんですけど、今現在ちなみに4時過ぎぐらいなんですけど、こんな感じになってますね。ここで行き止まりかな、ちょっとよくわからないんですが、ナイスプレイスでございます。いいね、ここで。うん、あ、なるほどね、ここまで水が来るのね。なるほど。うん、確かに。なるほど。ボートが来るところでした。皆さん、もうお昼ご飯ここでピクニックとかいいね。はい、でまあこんな感じで多分全部見切れてないんですけど、まあまんべんなく見れたんじゃないでしょうかという感じですね。はい、モンサンミシェルめちゃめちゃ満喫しましたわ。ということでちょっとワンコがね車の中で待ってるので帰ろうかと思います。
っち。バイユは、バイキングの人たちに全部全開された街なんですけど、皆さんめちゃめちゃ大きい教会、やばい。はい、こんな感じで川も流れております。結構なんか新しい家と古い家がいい感じになんかミックス混ざり合ってる感じなんですけど、古い家はもうなんか究極に古いですね。